皆さんこんにちは。日本語デイリーポッドキャストへようこそ。パーソナリティの春樹です。こんにちは、ゆいです。春樹さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゆいさん、なんだか今日はいつもより元気いっぱいですね。何かいいことでもありましたか？それがですね、いいことというか面白いことがありまして、昨日会社の先輩に、今度の週末時間があったら食事でもどうですかって誘われたんですよ。おー、いいじゃないですか。ですよね。それで私すごく嬉しくて、ぜひ行きたいです。いつがいいですかって返したら、先輩がちょっと困った顔をして、いや、また今度連絡するねって言われちゃって、それから連絡がないんです。これってどういうことなんですかね？なるほど。それは日本のコミュニケーションにおけるとても典型的で、そして少し難しい場面かもしれませんね。典型的ですか？私完全に脈ありだと思ったんですけど。まあ、その可能性もゼロではないですが、おそらく先輩の言葉は社交辞令だったのかもしれません。社交辞令？はい。今日のテーマはまさにそれに関係しています。今回は文化的な視点から日本のコミュニケーションの特徴である本音と建前、そして空気を読むということについて少し深く話してみたいと思います。わー、すごく興味があります。私の昨日の謎が解けるかもしれないですね。きっと何かヒントが見つかると思いますよ。それでは、リスナーの皆さんもぜひ最後までお付き合いください。さて、ゆいさんの昨日の話ですが、先輩の食事でもどうですかは、もしかしたら建前だったのかもしれません。建前。よく聞く言葉ですけど、正直はっきりとは分かってないです。本音が本当の気持ちで、建前が上辺の言葉みたいな感じですか？大体そんな感じです。もう少し詳しく言うと、本音は自分の心の中にある本当の感情や意見ですね。一方で建前は、社会的な立場や人間関係を考えて表向きに言う意見や態度のことです。表向きの意見ですか？それって嘘をつくのとは違うんですか？いい質問ですね。そこがすごくデリケートなポイントです。嘘というのは相手を騙す意図がありますよね。でも、建前の目的は相手を騙すことではなくて、その場の調和、つまり和を保つことにあるんです。和を保つですか？なるほど。例えば、あまり親しくない人から正直あまり面白くない作品を見せられて、どう思うと聞かれたとします。うわー、一番困るシチュエーションですね。そうでしょ？ここで本音で全然面白くないですねと言ってしまったら、相手は傷つくし、その場の空気はすごく悪くなりますよね。確かに気まずい。でも、素晴らしい作品ですね。特にここの使い方がユニークで素敵です。みたいに、相手を傷つけないように良いところを見つけて伝える。これが建前の一つの形なんです。これは相手への思いやりから来ている行動なんです。なるほど。思いやりですか。そう言われるとなんだかポジティブなものに聞こえますね。じゃあ私の先輩のケースは？ゆいさんの先輩の場合、もしかしたらいつもお世話になってるから感謝の気持ちを言葉で伝えておこうという思いやりから食事でもという建前の言葉が出たのかもしれません。本当に食事に行くという本音があったわけではなくて。へえ、そうなんですね。でもそれって私たち外国人学習者にとっては本当に難しいです。言葉の意味はわかるのに、その裏にある本当の気持ちがわからないなんて。じゃあどうやって本音か建前かを見分ければいいんですか？その気持ちすごくよくわかります。これは日本人でも間違うことがあるくらい難しいことです。見分けるための絶対的なルールはないんですが、一つヒントになるのが、その後の相手の行動ですね。行動ですか？はい。例えば、本気で食事に誘うつもりなら、じゃあ、金曜日の夜はどうとか、イタリアンが好きだって言ってたよねみたいにもっと具体的な話に進むはずなんです。でも、先輩はまた連絡するねと言って具体的な話をしなかった。ここにヒントが隠されているんです。なるほど。
具体的かどうかですね。言われてみれば確かにそうかも。はっきりとノーと言われるよりは優しいのかもしれないけど、やっぱりちょっとモヤモヤしますね。そうですよね。このモヤモヤこそが日本のコミュニケーション文化の面白いところであり、難しいところなんです。本音と建前の話を聞いて、もう一つのキーワード、空気を読むというのが少し分かってきた気がします。というと、つまり、建前で話している相手の本音を探るために、その場の雰囲気とか、相手の表情とか、言葉以外の情報を集めること。それが空気を読むってことじゃないですか？その通りです。素晴らしい、パーフェクトな説明ですよ、ゆいさん。やったー！じゃあ私昨日は空気を読めない人だったってことですね。ちょっとショックです。いやいや、そんなことないですよ。これは訓練みたいなものですから。日本人は子供の頃から家族や学校という集団生活の中で自然とこのスキルを学んでいくんです。訓練ですか？例えばどんな訓練？例えば、会議でみんながなんとなく賛成している雰囲気の時に、一人だけ全く違う反対意見をはっきり言うのは、空気が読めないとみなされることがあります。へえ、でもそれって大事な意見かもしれないじゃないですか。もちろんです。だから言い方が重要になるんです。いきなり、私は反対ですというのではなくて、皆さんのご意見も素晴らしいと思いますが、少し違う視点から考えてみるのはどうでしょうかというように、一度相手の意見を受け入れてから自分の意見をそっと提案する。これも空気を読むスキルの一部です。うわー、高度なテクニックですね。なんだかコミュニケーションがパズルみたいです。いい表現ですね。僕はオーケストラに少し似ているなと思うことがあります。オーケストラですか？はい。指揮者がいなくても、優れた演奏家たちは、お互いの音を聞き合って、自分の出す音の大きさやタイミングを調整しますよね。そうやって全体として美しいハーモニーを生み出す。日本のコミュニケーションもそれに似ていて、みんなが周りの人の気持ちや状況という音を聞きながら、自分の言葉や態度を微調整していく感じなんです。なるほど。オーケストラの例え、すごくわかりやすいです。みんなで美しい音楽を奏でるためってことですね。でも、それって疲れませんか？いつも周りを気にしなくちゃいけないなんて。確かにデメリットもあります。ゆいさんが言うように、いつも周りに気を使うので、精神的に疲れてしまう人もいます。あとは、みんなが空気を読みすぎて、誰も本当のことを言えず、結局何も決まらないなんてこともありますよ。ああ、それめっちゃわかります。友達とご飯に行くとき、何食べたいって聞くと、みんな、何でもいいよっていう現象。そうそうそう。あれも、みんなが自分の食べたいものを言って、他の人が嫌だったらどうしようと空気を読んだ結果ですよね。そうなんですよ。それで結局お店が決まるまですごく時間がかかったりして、もうはっきり言ってよって思っちゃいます。だから空気を読む文化にも良い面と少し不便な面両方があるんですよね。でも、春樹さん、最近は若い世代を中心にもっと直接的なコミュニケーションを好む人も増えてきている気がしませんか？それは間違いなく感じますね。特に SNS の普及は大きいと思います。テキストでのやり取りが増えたことで、表情や声のトーンといった非言語的な情報が伝わりにくくなりましたからね。確かに、スタンプとか絵文字で感情を補ってはいますけど、やっぱり限界がありますもんね。だから誤解を避けるためにはっきり言葉で伝えた方がいいって思う人が増えてるのかも。その通りだと思います。それにグローバル化の影響で海外の文化に触れる機会も増えました。海外では自分の意見をはっきり言うことが評価される文化も多いですからね。そういう文化に影響を受けて日本の若者のコミュニケーションスタイルも少しずつ変化しているんでしょう。私も海外の友達と話すときは結構はっきりイエスかノーの言うように意識しています。その方が相手もわかりやすいみたいで。素晴らしいですね。大切なのはバランス感覚だと思います。相手や状況によってコミュニケーションのスタイルを使い分ける力、
これがこれからの時代にはもっと重要になるのかもしれません。使い分けですか？ええ。例えば、長年の付き合いがある親しい友人との間では、本音でぶつかり合うことも大切です。でも、ビジネスの場や初めて会う人との関係では、相手を尊重する建前や空気を読むスキルがスムーズな人間関係を築く上で役立つことも多いです。なるほど。どっちがいい悪いということではないんですね。TPO、時と場合によるってことですね。まさに。日本には以心伝心という言葉があります。これは言葉にしなくてもお互いの気持ちが通じ合うことを意味するんですが、多くの日本人が理想とするコミュニケーションの形の一つなんです。一心伝心。素敵な言葉ですね。言葉がなくてもわかるなんて、すごい信頼関係ですね。そうなんです。空気を読む文化は、この以心伝心を目指すところから来ているのかもしれませんね。もちろん、いつもそううまくいくわけではないんですが。そうですよね。今日の話を聞いて、日本のコミュニケーションの奥深さがよくわかりました。昨日の先輩の件ももうもやもやしてません。これは文化の違いなんだって理解できたからです。これからは私も空気を読んでオーケストラの一員になれるように頑張ってみます。その意気込みですよ、ゆいさん。きっと素晴らしい演奏家になれますよ。さて、今日の日本語デイリーポッドキャストもそろそろお別れの時間です。今日は本音と建前、そして空気を読むという日本のコミュニケーション文化についてお話ししました。ゆいさんの経験から始まりましたが、とても深い話になりましたね。はい、すごく勉強になりました。それでは、ここで今日の会話から学習者の皆さんに特に覚えておいてほしい今日のベストフレーズ3選を発表します。1つ目は本音と建前です。日本の人間関係を理解する上でとても重要なキーワードですね。2つ目は空気を読む。言葉以外の情報から相手の気持ちや状況を理解するという日本の特徴的なスキルです。そして3つ目は遠回しな言い方ですね。直接ではなく間接的に物事を伝える表現方法のことです。お食事でもどうですかはこの一例かもしれません。わあ、今日のテーマがぎゅっと詰まった3つのフレーズですね。そして、リスナーの皆さんへのお知らせです。今日のエピソードの完全なスクリプトは私たちのブログで読むことができます。今、春樹さんが紹介してくれたフレーズの確認もできますので、ぜひ復習に使ってくださいね。アドレスは japanesedailypodcast.blogspot.com です。チェックしてみてください。ぜひご活用ください。はい。そして最後にリスナーの皆さんへの質問です。皆さんの国でははっきり意見を言う文化ですか？それとも私たちの話した空気を読む文化に近いですか？皆さんの国のコミュニケーションについてぜひコメントで教えてください。楽しみにしています。皆さんからのコメントお待ちしております。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。さようなら。